はい、それでは今日は、4月の25日、定期通信の土曜日です。やっていきたいと思います。今は4時半近く。今日はちょっと遅くなりました。さっきまで定食をしていました。F6 の部屋を。はい、それでは今日はいい天気。ただ今週はあんまりはっきりした晴れみたいな天気ばっかりじゃなかったな。どっちかって言ったら天気が悪い方だった。そしてもう夕方の放牧の時間だということで、早く出たいっていう風な感じでやってますね。こっち見てる。起きてる。いつも寝てるのに。これちょっとヤギにいたずらされると怖いので、1万円の苗なので大きくなってます。今週はコメントいっぱいもらってあるので、早めにコメント返し始めたいと思います。でこれが BK シードです。やられないようにね。はい、それでそろそろスイカも植えようと思って、明日蒸気消毒やって冷えたらすぐ植えちゃうかもしれない。もう苗が出来上がった。まだ待てるんだけど、でももう時期的にネットが出てきました。いい感じ。バナナのコメントはバナナのところに行ってしましょう。それではどんどん特に、まあ少しずつメロンは順調に収穫もしつつ大きくなっております。はい、じゃあコメント返しいきましょう。育苗室まで行っちゃってからの方がいいか。育苗室まで行って育苗室行ってやりましょう。F6 植えたからだいぶ F6 も高見も全部終わったんで、これ終わって全部頭切って頭の部分だけヤギに食わせて、こっちは捨てです。余ったないね。余ったないで F6 やって、さらに夏系とかもやってやっからな。これすげえがっしりといい苗になってきた。次植える予定なんだけど、この貝割れのこの部分、貝割れまでのここの部分が非常に短くできているので、こんぐらい短くできればもうがっしりしたいい苗になると思います。こんな感じ。ここが伸びちゃうともうどんどん最初からもう徒長癖じゃないけど徒長みたいになっちゃう。それが嫌で、これもね、次のやつも短く伸びないように育てましょう。育てると良くなります。これがもう出来上がったんで、苗がこれも植えなきゃいけない。シークワーサーもはまだだな。鉢替えするか。だいぶ大きくなってきた。すごいすごい。食べたシークワーサーの種でなるまでいったら大したもんだよな。でいきますか。どんどんいって、で F6 を植えたところ、 F6 は動画で撮ってはあるんですけど、またどっかのタイミングでまとめて編集して出します。おお、ちょうど暖房が入った。4時半。今まだ多分設定が27度ぐらいになってるんだろうな。だから燃えたね。いいね。そして急遽これネットやりました。っていうのも獣の被害に遭ってこう食われたペロペロ食われちゃった。
数本。いやこれなんか子づるって花がついていい花がついてたのにやられた。獣被害ですよ。犯人の目星はついていて、こいつです。こいつにやられました。自分の飼い犬に手を噛まれるところ、飼いヤギにブドウをやられるだよ。もう本当にびっくりだよ。さあそんな感じでコメント返しいきましょう。毎週コメント皆さんありがとうございます。ちょっとコメントを返していきます。バナナのコメントはバナナのところでやるようにします。先週のこの動画にメロン通信にくれた名古屋ミーチンさん、森田さんこんにちは。今日ウェルダと森田メロン F2 の製紙作業をしました。2枚目までの葉っぱと脇芽ごと落とすのが手先が不器用なので気を使います。主幹のギリギリのところを切るとき失敗してしまい予備苗と交換しました。刃物は 0.2mm のカッターを使っています。どうしてもこう主軸の方にギュッて入っちゃって炒める時はある。ただそこをきれいにそのやつをきれいに取ればその後はもうこうなんつうの怪我させるようなこともないし、だんだんしっかりしてくれば木が太くなっていきゃ取りやすくなってくるんで、まあ最初の難関だと思ってやってみてください。次ファイヤーファイターさん、インドネシアからありがとうございます。あなたのブドウ畑は私にとってとても刺激的です。あなたの庭のように日よけの屋根とブドウ棚を作りたいと思います。そうか。でもインドネシアの暑さは知らないけど、ブドウも光合成が好きなんでそんなに日よけをしない方がいいと思う。むしろ太陽に当ててあげた方がいいブドウになると思うんだよな。ありがとうございます。あとは次、農業崩壊の危機、燃料も資材も肥料も高騰の動画。チー君、今まで、値上げが難しかった、業種が便乗ともいえる額の、値上げを提示してきています。弊社はプラスチック二次加工業種なので、プラスチック成形品やシンナー塗料が入ってきません。そうだよね。シンナーがないって言ってたもんね。シンナー。石油製品でね。そうだよな。そうだ。で、プラスチック成形屋に原料が入らず弊社にも仕事が来ない。塗装用の塗料やシンナーも毎週のように値上げ連絡や納期未定の連絡が来ます。コロナの時と違って全ての業種にまんべんなく被害が出るのではと思ってます。そうだね。コロナの時は外食とかやっぱり人と会わないっていう方が打撃だったんだけど、こうなってく原料になってくると生産業だよね。何にしろ石油製品を使わない、産業ってなかなかないはずなんだから、そうだね。油は早めにどうにかなってくれないと。僕もあとフィルムもどんどん品切れですよ。品切れとともにハウスのフィルムも品切れとともにあれも納期見てもうなんだ納め屋というか仕入れの方がもうギブだって言ってた。今ね暖房入れた。まだ暖房は回らないんだけど送風だけしといて、で回るようになったら火がつくと。でも今火がつかないんだ。エアコンだけの暖房だけでいっているんで。はい、これにファイヤーファイターさん、インドネシアではプラスチックの価格が 90% 上昇しました。やべえな。インドネシアって確か産油国のはずなんだけど、それでもやっぱりそうなんだよな。備蓄みたいなのが少ないとかって言ってたか。タイとかインドネシアとか、あとベトナムとかあそこいらは。日本は前の時のオイルショックの教訓があるから
備蓄は結構しっかりしているんだっていうことで、今のところはそこまで 90%。 でもこのままいくといずれはそうなるんだよな。 90% 上昇とか 90% で収まらずに多分なくなってしまって、買いたくても買えないようになる。はい、それでは次はあれね、バナナのところに来たので、バナナバナナの動画で、名古屋みちんさん、今年は不織布で冬越ししましょう。そうだね。でもこんな感じになった。ほら。でね、結構気づいたことがあって、これはちょっと動画にしようとは思うけど、いろいろこんな感じで広がってきた。不織布でやればいいんでしょうけど、多分不織布でやってもどっちにしろ芯というかあれは枯れてしまうんで、今の現状から言うと、ここ出てきてる主軸も生きてる可能性がある。で脇芽がもう5本、12345、こっちもここから脇芽が、新しい脇芽がどんどん出て、そんな感じ。いい感じで、次バナナの動画、バナナの再生化、バナナの動画で、ちーくん、バナナの剪定動画は初めて見ました。再生栽培の観点だとバナナの実を埋めたら発芽するんですかね。さすがにやろうとは思いませんので、森田メロンさんのバナナを楽しみに見守ります。確かバナナの実にも種ができるらしくて、完熟まで持ってってその種を使ったらできるはず。そして F1 とかを作るんだったら多分そうしないといけない。これは多分じゃないけど、バナナは苗で増えていくんで、こういうやつを増やしていけばどんどんクローンができてくるっていうやつなんだけど、やっぱり新品種を作ろうと思ったら F1 だから、花に何かを掛け合わせなきゃいけないから、ワンチャンうちでもしあれだったら、このアップルバナナができて、こっちの花粉をつけたらそれが F1 になって実を完熟させて、そこから種を取ればこのアイノコができるはず。そんな感じだと思う。バナナアイスクリームバナナ栽培のリュウさん、ありがとうございます。コメント。アイスクリームバナナ育てて6年目です。大阪ですが防寒しないと大きな株は枯れる。やっぱりね、大きな株の方が弱い気がした。確かに小さいやつは最初にすぐダメになったっつうか、茶色くブヨブヨになってきたけど、復活は早かったな。大きい方が腐ることがほぼ大きな株は枯れる、腐ることがほぼ確実です。簡易ハウスを建ててビニールで保温すればほぼ 100% 一等できますね。ハウスに収まるように上部はカットします。まあそうだね。でもハウスの中に場所がない。なんとかロジでなんとかしたい、僕はね。不織布でぐるぐる巻きにした場合、年によって結果が変わります。今年と2年前は越冬できましたが、去年は全滅。根っこは生きてます。そうだな、本体はやっぱり根っこだから、根っこが腐ったりあれしない限りはこう脇芽で結局出てきてくれるから、多分死ぬって耐えてしまうほどにはならないんだと思う。ありがとうございます、リュウさん。でも今年はいけた。今年でもね、久々に水道管凍らしたりとかして、去年は凍らせなかった気がするんだよな。で最低気温はやべえ寒波が 2,3 回来て、その時は結構ダメージだったんだけどね。はい、としひろさん、お疲れ様です。我が家のバナナも1週間前に成長点が生きているか見ました。ドワーフナムアとアイスクリームバナナともに10から15センチ
切ったところで生きていてほっとしました。ドワーフナムアは中央が1センチくらい盛り上がってきました。ドワーフナムアは Y 性で標高2メートル前後のため鉢植えにし温室で越冬しようかと考えています。森田さんのアップルバナナは寒さに強いですね。そうだね、寒さに強い。でもちょっと気づいたことがあるので、これで気づいたんだよね。ここが次のやつが傷むっていうので、ちょっとそんな動画はそれと続きますけど、1センチぐらい盛り上がってきた。まさにこういう状態でしょう。1センチぐらい盛り上がってきてる。これは多分これでホッとしたってこと。僕もホッとしました。良かったと思います。そう、こんな感じですね。でもメロン屋のバナナ動画で初めて500回行くとか回ったんで、今回は良かったです。皆さんありがとうございます。で、次はサトウキビの動画で行くか。ちょうどサトウキビがあるから。サトウキビここに成長してきて、脇芽もできてきてる。ほら、これはこれも多分これでだんだんこうブッシュになってって、でそれを土寄せしていくってことだよね。はい、ではサトウキビの動画にコメントありがとうございます。ちーくん、天然ミネラル補給ですね。塩分も大事だけど糖分もですね。一度だけかじったことがありますが、素朴な甘さを感じたことは覚えていますが、おかわりはしなかったな。確かに。でもね、なんかまあ確かに竹臭いというか、そんなイメージはあって、でも中から甘いのがどんどん出てくるっていうのは僕も覚えてるんですよ。ただもう小学校の頃なので40年以上前の記憶なんで、それは試してみたくなる。としひろさん、お疲れ様です。森田さん、いろんなものチャレンジしますね。子供の頃おばあちゃんが裏の畑でサトウキビを作っていておやつにかじっていました。僕と一緒。僕は お祭りで、タイでは道端で農家さんが搾りたてのサトウキビジュースをペットボトルに入れ30バーツぐらいで売っていました。氷を入れ冷やして飲むと爽やかで美味しいです。かじる飲み方とは違った美味しさです。夏に冷え冷えを試してみてください。やりたいね。っていうか今ね、圧搾機を探してる、中古で。ただサトウキビの圧搾機はすげえ高え。安いやつでも3、4万はする。ハウス名古屋みちんさん、ハウス農家だから小さいトラクターがあるのかと思ってました。いや、あるんですよ。21馬力のトラクターが。でも本当に年に数回2、3回ぐらいしか使わないんで、バッテリーが上がってたんで、もう手で耕しましたよ。こんな感じでコメントありがとうございます。で次、サトウキビ、名古屋みちんさん、森田さんこんにちは。純木のない佐藤錦ですが、ジベレリンとトマトトーンをかけたら脂肪が大きくなってきました。このまま落ちずに育ててくれるといいんですが。確かにジベレリンとトマトトーンで初期肥大を取るとか、そういうことはあるみたいよ。さくらんぼも。ただでもそれは交配がしてからなんだろうけど、そのまんま大きくなってったらいいっすね。ちゃんと最後まで食べられるようにいくまで祈ってますよ、僕も。はい。次、サトウキビのあった。猫さん、ありがとうございます。サトウキビとてもいいですね。暑さからか沖縄のもの始められた方おります。燃料少なく済むものや丈夫で暑さに耐えずカロリーあり、いいですね。桑で頑張るひろちゃん農園さんやファーチョさん、カービーさん、江戸時代に思いを馳せたり原点回帰したら不可能ではないかもしれません。ありがとうございます。
確かにサトウキビね、これ日々ね少しずつもう育っていくのが見える。これがどんどん伸びてきて葉っぱがだんだん増えてくるので面白いですね。で特に初めてやるやつだから将来がどうなるかっていうのが全くわからないんで、それも楽しい。でもその蓄積が多分生産者の強みなんだろうけど、最初は面白いで済むんだけど、うまくいかなかった時になんでそうなるかっていうのがわからないのがちょっと怖いところではあるんだけど、まあなんとかやってみます。コメントありがとうございます。よし。でまだコメントあるんですけど、とりあえずこれじゃーんじゃじゃーん、いっぱいになってきました。まだだな。下向いてきてるけどちょっとまだだな。1個大きいの剥いてみるか。1個剥いてみますか。一番でかいやつな。どれぐらいのでっかいのがいいな。これ下の方で地面についちゃってっから、でもまだね小さい気がする。さっきの方がでかかったかな。これがでも一番でかい気がするな。これいってみよう。じゃんじゃじゃん。いきます。まだちょっと小さい。もうちょいだね。来週だね、多分食べ頃。こんぐらい。そら豆の味だけどやっぱり湯がいた方がうまいな。うまい。食えるぞ。食えるけどやっぱり茹でた方がうまい。そら豆ベッドです。ふわふわしています。まだ綺麗だもんね。ちょっと黒くなってきた方がただ取り頃だから、来週にはもう食べてる可能性がありますな。楽しみにしております。コメント返しを続けていきます。ここまでいった。農業崩壊の危機のあれですね。インドネシアのファイヤーファイターさんが、インドネシアではプラスチックの価格が 90% 上がったっていうことで、じゃあその動画に対してのコメント見ていってみよう。あった。峰子やんばるさん、沖縄からありがとうございます。いろいろ大変な世の中になりました。これからも応援していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。昨夜 R2W さん、コメントありがとうございます。新規は無理ゲーですね。確かに自分で考えてもなかなかうまくできる気がしないですな。新規でやるとしたらお金がかかることも含んで。直樹さん、コメントありがとうございます。1年後の未来から来ました。この時はまだ先を随分と楽観視していて、元に戻って石油が入ってくると思っていました。この時にもっと本気で準備をしていればよかったと今は後悔しています。確かにね、準備はね本当にするに越したことはないんだけど、ただもうすでになんか起こっていることというかので、今から油を買うって言っても買える。120円、今120円で、この
蒸気ボイラー、蒸気をやるこのタンク、全部の部屋のところに毎部屋こう置いてあるんですけど、ドラム缶、あれ蒸気消毒やろうと思って置いてあるやつなんですけど、これは満タンにした3キロ分120リッターで、これ1本でだいたい2回はできるんで、各部屋2回はできるんで60日 2回転ぐらいは持つはず、うちも。だからそれ以降はでもまた支度しなきゃいけないな。でビニール関係もとりあえず僕のところは大丈夫で、抑制策のパックとか抑制トマトのミニトマトのパックとかはもう農協に注文してあります。ただ来年以降のことまでは在庫も持ちきれないし、油も消費してそれだけタンクがあるわけでもないんで難しいですね。でも1年後の未来から来たその頃にもっと飢餓状態になっててありえないことじゃないからね。油屋さんも言ってた。うちの方の農協っていうより重油とかまとめてやってる結構大きな会社なんですけど、もうすでにガソリンとか軽油とかより重油が今だいぶ少なくなってきて、今まで付き合いがなかったところ、例えば小さいところでの重油のこう売ってるところなんかはもう在庫がだいぶ少なくなってきて、仕入れもかなり待たされてるみたいで、大きいところにあれで来るんだけど、そっちのやつまで受けると、例えば僕みたいにいつも買ってた人のところには届けられないからっていうこと、届けられなくなっちゃうと、彼らも潤って常に入ってきてるわけじゃないで、今までの使った実績によって例えば大元から仕入れられるみたいで、だから新規のやつまでそれを回しちゃうと仕入れが間に合わなくなっちゃうんで、それはできないって言ってましたね。お客を増やすチャンスなんだけど、それで増やしても多分あれなので、今までの人たちのやつを優先してやってるっていう風に言ってた。よりピーノさんありがとうございます。どっこもポリ 30%、 何もかも大変です。国がしっかりしてほしい。国会議員には農家に住み込み農業の仕組みを分かってもらいたいです。確かにね、そうは思うんだけどね。ただ今回のやつは国会議員にもどうしようもないようなことなんだろうね。何しろ新しいホルムズ海峡を通らなくてもいいように、いい油の流れを中東とかもそうだし、それ以外のところとも考えていくしかないんだろうね。あそこのホルムズ海峡って、あそこの海峡がそんだけっていうのはね、リスクがあるとは。でもオイルショックの時も昔もそうか。昔のオイルショックの時はアラブのあそこいらの国々が日本には輸出しないとかって言ってたんだけど、でオイルショックになって、でそこからイランが助けてくれてみたいなやつがあったんだけど、その時はホルムズ海峡、その時も機雷が巻かれてたとかっていう、そういうのがあって、であれか、海賊と呼ばれた男みたいなやつで、出水の人が日照丸かなんかで取りに行ったっていう物語だったよな。でも結局はオイルショックが来るっていうのはあそこのホルムズ海峡ってことか。そこをうまく経由しなくてもいいように、パイプラインとかなんかいろいろうまくね、関係国で動くようにしてもらうしかないんでしょうね。よりピーノさん、コメントありがとうございます。猫大好きさん、バカな消費者ばっかだし、みんな困って信じまえって思ってるから
もうどうでもいいやまあそんなこと言わずにね、大丈夫ですから。大丈夫かどうか分かんないんだけど、でも本当にそうなんだよな。僕たちにできることがない。油が足らないからっつってどっかに行って油を運んで、外国に行って自分で船用意して油運んでくるってわけにもいかないし、例えばなんかタンク背負えるだけのタンク背負って油買いに行ったとしてもねえ、運べる量なんか限られてるから、やっぱりでかいタンカーとかで運ばないといけないんだろうからさ、できることがないんですよね。コメントありがとうございます。移転ぎ移転ぎねロゴ券館愛店移転ぎねエロゴ館さん、移転疑念エロゴ館さん、コメントありがとうございます。資材高騰ももちろんだけど、それ以外の要素もあって新規収納のハードルが高すぎる。確かに一番は農庁による規制だと思う。若くて意欲のある人が農業をやりたいと言っても農地が買えないから借りて始めるわけだけど、仮設トイレを置くのにも行政側の許可が必要。これじゃあ農家が高齢化するのは当たり前。確かにね、本当に農庁としてはそうなんだけど、仮設トイレぐらいはね別に動かせるもんだから、そんなに文句言わなくても。ただうちの方も置いてる人いるけど、ちゃんとに言ってやんのかな。誰とは言えないけど、結構みんなお家が近い人じゃなければ、補助がある程度離れてるところだったらね、あれだもんね。トイレのたびにさお家に帰るわけにもいかないしさ、こっそり穴掘ってしょんべんするっていうのも毎回それじゃあね。でしかも男だったらまだなんとかなるけど、女性がそこらの野良でしょんべんするっつうのもいいけど、しょんべんだったらまあなんとかだけど、クソの方はやばいからな。仮設トイレ、でも多分許可が必要なんだけど、行けばダメだって言われることはないんでしょうけどね。ただめんどくさいっちゃめんどくさい。それぐらいは、仮設トイレぐらいはもう普通に何もしなくても自分で自由に置いてくださいぐらいがちょうどいいと思いますね。あとはなんていうの、作業場というか事務所というか、ちょっと飯食ったりできるぐらいの、それこそ仮設で基礎を打たないでコンテナ1個ぐらい置くのぐらいまでは許してもらいたいですね。まさにおっしゃる通り、農家高齢化、多分下手するとこの油がなくなるのもきっかけになってまた減る可能性はあるよね。でそれに対してあれが来てる。 HM12 時さん、 HM12 時さん、あれコメントありがとうございます。新規収納なんてするもんじゃないですよ。自治体や新規収納支援農家が移住して自然と戯れて、ストレスのない、心配事のない楽しいことしかない世界を演出しています。本当に悪質で詐欺同然だと思います。それは分かる気がする。僕はだからどっちかというとそういう相談もよく来るんだけど、まずは大変だっていうことを、もちろん面白いこともあるんだけど、まずは大変だっていうことを言って、それでもやるのかってことなんだよな。多分自分が考えてる以上に面倒くさいことや大変なことがあるんだよ、そういう人たちには。だからそれをまずは教えて、それでもやるっていうんならっていうところで、またその先の考えをね。おっしゃる通り HM12G さん、そんなおっしゃる通りです。コメントありがとうございます。さっきのところにも本当に考えさせられるな。で症状もまたさらに進んできて、もうかなりビニールとかも注文を受けないようになってきて、本当に全部未定になってきてる。
こっから先のビニールとかポリ関係は農業用フィルム、これはやばい。皆さんコメントありがとうございます。アイスクリーム、そして最後ですね、あれ4種類のロジメロン栽培の静止の動画でありがとうございます。ちーくんお疲れ様です。先ほど訳ありメロンを試食しました。固め好みなので2日早いですが大変美味しゅうございました。ありがとうございます。糖度計では 13.8 度ですがとにかく味が濃いです。この味がまさにメロンだなとしみじに試食しました。ありがとうございます。でも 13.8 度か、ちょっと早かったな。あと 2,3 日は僕が慣らせてもうちょっと収穫を最近昼間が結構暖かかったんで色が回っちゃうと怖くてちょっとハサミが早かったですね。ごめんなさい。もうちょっと次の時はもっと糖度を逃していきますんで。でも美味しいって言ってくれてありがとうございます。あと梱包に使われてた農業新聞を読み入っちゃいました。そうか、農業新聞、新聞何しか取ってるんで。で農業新聞はあれはなんつうのかな、農協の機関紙みたいなもんだから基本農協の立場で書かれてる新聞ですね。あれはあれも面白い。結局メインに書いてあるところは僕はそんなに読んでなくて、どっちかというと首都圏版とか千葉版とか地方のあれが載ってるところが面白かったり、あとは僕が知らなかったような資材の広告とかが意外とあったりするんで、そういうところをメインで読んでますね、農業新聞。新聞を読むのはプロ農家がメインだと思うんですが、広告が素人菜園用の道具ばっかりで誰が買うねんってツッコミを入れてました。それもあるんだけど、たまにというかマニアックななんていうの、資材農薬だとか、あとはバイオスティミュラントとかそういうやつも載ってたりする。のでまさにそういうことですね。コメントありがとうございます。そんな感じで読んでます。やっちゃん、我が家のアムスメロンの生育はこの動画より少し遅れているので、ちょうど予習になります。仕立て方大変勉強になりました。秘伝の取り方意外と難しいです。吹きの皮のように剥けてしまうので爪でちぎって取っておりました。おかげで爪が汚しくなります。下にそうですね、次ね交配後の結果紙つけるところまでの静止動画を明日にでも撮るんで、そしたらまたアップするんですけど、そしたらもうちょっと丁寧にやってみましょう。こうやってコキンピュッってやればちゃんと撮れます。皮を剥かずに。でもやっちゃんありがとうございます。また見続けてください。いいタイミングで最後僕が収穫してやっちゃんが収穫になればって思います。しばらくまたお付き合いください。はい、長山人さん、こちらはまだ気温が低くてトンネルでも育ちが遅いです。今日から高見の種をまきます。今から高見の種をまくっていうことは1日前のコメントだから、今からだと早くても20日25日か、5月の半ば過ぎ、そうすると8月のお盆前ぐらいが収穫になるかな。高見だとちょっと暑いつうか伸びすぎて味が乗り切れないかもしれないですね。でもやってみることに価値がある。その時期に取る高見だと高見 A って暑さ耐性のあまりしっかりしたあまりじゃない高見の中でもしっかりした品種があるんで、それもいいかもしれないですね。ファイヤーファイターさんもまたハートありがとうございます。コメントありがとうございます。今日はこんな感じかな。コメント的にはたくさんのコメント、全員みんな返しましたね。これができてない。メロンのスイッチの、
生産の動画で、あそこまで水を切らすのは素人にはビビってできません。訳ありメロン届きました。我が家は固めが好みなので少し早めに食したいと思います。ちーくん。さっきのコメントの前の日のコメントだったんだね。多分10上だとあそこまでしっかり切っても何のダメージもなくて、むしろ調子が良くなるはずなので、10上だとしたら、あれぐらいはやった方がいいし、ポットとかプランターで育ててる場合だと、あそこまでやらずにちょっと手前でもポットプランターは根回りがいいからね。でちーくんF5 の動画にちーくん、森田さんは単一農家さんなのにすごい数を試食している気がします。普通単一農家さんってあんまり食べないとか聞くので、森田さんは別格にメロンが好きなんだなと動画を撮っている以上致し方ないかな。いやでも自分で一回食ってみないメロンを人に売るわけにはいかないから、一部屋で1個というか1かけ2かけは食べるようにはしてますよ、ちゃんとに毎回。でももう好き、育てる方が好き、収穫が作業的には一番嫌い。もうゲームの終わりですからね、収穫は。楽しいゲームが終わっちゃうから。これで全部かな。はい、できた。40分もあった。40分回っちゃいました。そして 5時を余裕で過ぎて、今から一生懸命大して編集することはないんだけど、放牧されてる。やっくるほら、皆さんたちにやっくるそれではヤギと戯れながらこれで終わりにします。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。それではまた来週も土曜日に通信します。ヤックルバイバイ。